50歳から痩せることは必ずしもいいことばかりじゃありませんでした。今日はダイエットが成功して痩せた後のお話です。43歳遅咲きダイエッター。若い頃から人生のほとんど大嫌いな運動からは避けてきました。その時に流行った置き換えダイエットや着るだけで脂肪燃焼してくれるボディースーツ、履くとバランスが取りにくいのでカロリーを大幅に消費する靴、痩せる石鹸、食べてもなかったことにするサプリ。今考えたら笑ってしまいますね。こんな楽して簡単ダイエットを繰り返してきた私ですが、43歳の時、人生最後のダイエットと決意して、体重62キロ、体脂肪率 35% から体重53キロ、体脂肪率 19% まで落とし、ダイエットは大成功しました。着たい洋服はサイズを見なくても試着室にためらいなく持っていける。ヘアメイクも楽しくなった。健康診断もオール A で問題なし。やればやるほど体が変わっていく楽しさ。いつでも動ける筋力。世界が変わったように充実した日々が送れるようになりました。老いが一斉にやってきた。でも49歳を過ぎた頃から変化が現れました。これまでに感じなかった老化の始まりが体に現れてきます。眉やまつげに白髪を発見したり、いよいよ老眼が始まったり、筋肉痛の回復が遅くなったり、ゆっくりと体は衰えを教えてくれます。ある時何気なく首の皮を引っ張ってみたら元に戻らない。そういえば母も言ってたな。首のシワを隠したいからホルターネックじゃないとダメよ。それかスカーフを巻かないと見苦しいからね。今その気持ちがすごくわかる。顔をいくらきれいにしても首と手にはしっかり年齢が出る。今の美容医療なら小さなシワくらいならなかったことにできるでしょう。だけど私は顔がシワ一つなくても必ず他が気になりだす性格だから、それなら自然に老化を受け入れた。未来の自分の姿を見ていきたい。そう思うようになりました。50歳、ダイエットはハードモード。そんな老化を受け入れたミドル世代のダイエットはハードモード。若い頃とは違い、ただ痩せるだけじゃ足りないんですよね。いかに健康的に体調と体型を無理なく維持できるかがキーワード。更年期も個人差がありますが訪れます。生理痛とはまた違う体の変化。細胞のターンオーバーもホルモンバランスもコントロールできない。頭ではこうしたいが実現できなくなってくる。話しててなんだか暗い話ばかりですが、私が実際に感じていることです。若い頃と同じようにはいかない。でもハードモードだからといってもう何やってもダメなんだしと諦めてしまうのは違うと思うんです。追い方は環境次第で大きく変わる。自暴自棄になる気持ち、痛いほどよくわかります。
だけどそこで何もしないと老化は加速していく一方。だからまずは自分の体と相談しながら生活習慣を見直すことから始める。違う環境に飛び込んでみるのもいいですね。私は運動が嫌いなので、あえてジムに身を置くことで怠けないようにしています。これまで経験したことがないことにチャレンジしてみるのも良い刺激になると思います。筋肉だけじゃなく脳にも刺激を与えること、これは本当に効果的だと実感しています。20年後の自分は環境によって老い方は大きく左右されると思います。痩せた後のことを考えてる？これまでは50歳のダイエットについてお話ししてきましたが、年齢性別関係なくダイエットで意外と忘れがちなのが、痩せた後どうするの？ということ。慣れない運動をして揚げ物やこってりした食事をやめてダイエット成功、よし終わったと大会を終えた選手のようにドーナツを頬張ってはいけませんよね。もちろん選手の減量と一般人のダイエットでは次元が違います。でもダイエットが成功したらどうするのか。維持です。決して元の生活に戻してはいけません。じゃあ唐揚げやラーメンは一生食べられないの？ここなんです。たまには食べてもいい。食べたらまた普段の食事、ダイエットメニューに戻す。楽しむときは楽しんで自分で調整できるようになる。そこまでできるようになってダイエット成功だと私は思っています。ダイエット前の生活に戻したら 100% リバウンドします。リバウンドしない体は元の生活に戻らない生活。これしかありません。リバウンドしないためにダイエットに成功した体型をキープするには、その体型に見合った生活習慣を自然にできるようになること。早食いをやめて食事をしっかり味わう。体だけでなく、肌や髪にも良い食事を取り入れてみる。トレーニングメニューは同じものばかりにせず、新しいメニューも取り入れて筋肉に刺激を与える。ダイエットも何年も続けていると必ず中だるみしてきます。だから時には楽しんでもいい。ずっと我慢するのではなく、自分がマンネリにならないように常に刺激を与えてあげる。無理なく続けられる生活に変えていくことがリバウンドを防ぐためには大切だと思っています。痩せた後からが本当のダイエット。ダイエットを始める前って実はモチベーションが一番高かったりします。でも痩せることだけがダイエットではありません。生活習慣を正すことこそダイエットです。50歳からはただ痩せるだけでも大変です。そして痩せたら終わりでもありません。その体でこれからどう年を重ねていくのか、その体型を維持できる生活をどう作っていくのか、そこまでがダイエットだと私は思っています。やっぱり一生続くのか、そんな声が聞こえてきましたよ。
でも生活習慣がコントロールできるようになったら、数えきれないメリットがあります。着たい洋服も着れる。体調はもちろん肌や髪、爪の先まで調子も良い。いつでも動ける体力がある。心の脂肪が落ちたことで何でもポジティブに受け止められる。自分の可能性を知りたくなる。好奇心が生まれ、アクティブにチャレンジしたくなる。人生が180度変わります。見たことのない景色が待っていますよ。まずは自分の体に合った方法で一つずつ積み上げていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、コメント、ハイプで応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。みこでした。今からジムに行ってきます。